声優の月城里奈です。本日はゲストにアニメーションクリエイターの小川智則先生をお迎えしてお送りしていきます。よろしくお願いします。小川先生は27歳でアニメの総作画監督になられたと聞いたんですけども、私が今26歳なのでちょうど同じぐらいの時にアニメの総作画監督ってすごいですね。まだ10代だよね。実は26なんです。もうごまかさない人でよかった先生が実際に作画監督として活躍されてた時のエピソードとか苦労した話とかをお聞きしたいなと思っております。エピソードか、一番最初20歳の時に、東京ムービーっていうところに契約社員で入ったんだけど、それは入りたくて行ったんじゃなくて、俺の知り合いの子がそこを受けるって言い出して、で試験って絵描くのかって言ったら描くのがあるみたいって言うから、どんな試験かなと思ってついてったら、俺アニメなんか全く興味ないのに入っちゃって。そうなんですね。ここがそもそも間違いだ。間違いかどうかわかんないですけど、その時は分からなかったですよね。間違いだと思うよ。それで6月1日からっていうその内定書もらってた、で6月1日朝から起きてたんだけど、気持ちが合わない。やりたくもないものなんか見たくもないわけでしょ。だから無断欠勤して、そうなんですか。2日の日のんびり行ったら、小川がこれやれとか言って線の練習をやってたんだけど、そしたら3日ぐらいしたらその作画監督から、今仕事のアップなんだって、お前も仕事やれとか言われて、突然急ですね。やれとか言われて、でもやったの。でその仕事やれって言われてから仕事やるじゃない。2,3 ヶ月で1回ね、そこの副社長が一人一人呼ぶのよ、作画の子。呼び出し。嫌な顔して帰ってくる。何を話したんですか。みんな嫌な顔して帰ってくる。文句言われて帰ってきて。怒られてるんですか。で俺は時間がめちゃくちゃだったの。勝手に休んだり勝手に行って徹夜したり勝手やってたの。それで絶対時間のこと文句言われて、でもそのことで文句言われたんなら俺はもうやめよう、やっておく意味もないし、別にやりたいわけでもないから、無理してやってたから、小川君はな、時間があって、もうやっぱりこの一言で俺もうやめるって決めた。もうそこでもう決めちゃったんです。決めたのよ。でも決めたんだけど、ちょっと待てっていう、あんたはだからその時動画だから、で動画って1話に3000枚前後かけてるわけ、巨人の星で。小川君は1人で3分の2か半分やってるって。だからあんたは何やってもいいって。すごい。でも自由にしなさいって言われる。でもそれってすごくないですか。その自分が最初全然興味もなかった分野に入って。だから困るのよ。だって俺は本当は立体を作りたかったんだよ。最初立体作りたかったんですか。だから東京に出てきたのはこの立体を作る調査をやるため、日本のミケランジェロになるって来たんだよ。そうなんですか。知らなかった。漫画描いてるの。いまだにそうか。おかしいじゃない。そうだったんですね。そうなんです。仕事はやってたけど5年間毎日辞めようと思ってたから。そうなんですか。いやだってやっぱりここが叫ぶのは長所。本当はやりたいのは違うんだって。映画の少年隊って知ってる？知らないよね。少年隊ってジャニーズのですか？彼らが主役の SF 映画で、そこのモンスターをデザインしてって言われて行って、その監督といろいろ打ち合わせして、でデザインが作るじゃない。だから監督がこれがいいっていうわけだから、今度これを着ぐるみだから立体だ。粘土で立体作らなきゃいけないじゃん。でそれを着ぐるみ屋さんに発注するわけ。でできましたとか言うから俺も行くでしょ。こうできてくるわけ。頭部が。そうすると監督がちょっと違うなっていう。わかりますよ気持ちとか言ってちょっとごめんねっつってぐちゃーってして、でそこから自分が思うような立体を作っていくわけ。そうした時にここがまた うるさく言うんだよ。分かってるだろうな、それだぞお前はっていうの。自分の本心が。俺も分かるよって、これ触ってたらもうそうだよな。
楽しいんだけど辛い。なんでアニメなんかやってんのって感じかな。ああ、そうか。やりたいことと今やってることがバラバラで。全然違う。だけど5年経ったらね、アニメーションもすごいことだから、考えてみれば、それでひょっとしたら俺の中に何かあってそれがアニメのためになるのかもしれないなって、ちょっと思った。はい、5年かかったんですね。でもそれまでも多少は勉強してたけど、もっと勉強する。だからちょっとやってみようと思ったから、アニメ、アニメの世界をね、何も知らないんだけど。先生はさっきそのアニメーターは目指すのやめといた方がっていうふうにおっしゃってたじゃないですか。苦労しか残んないから。みんな賢ければ俺が教えたことパッパできればいいけど、書籍も書いてるけど見ただけじゃ分かんない。で教えられたからってすぐ分かるもんじゃないのよ。だからそれを何度も繰り返して、自分も何度も繰り返して、遊ぶ時間なんかないよ。そういう覚悟があるならやってもいい。困ったら俺のとこ来れば絶対教えるから。でもじゃあそういうもう覚悟がないんだったら目指すのはやめといた方がいい。半端だったらやめた方がいい。何でも半端はやんない方がいいけど、やるんだったらとことんじゃん。とことんやってもアニメってなんだろうね、こう苦しめる世界、楽しませる世界なのに作る側は苦しいんだ。でも今は苦しいのも楽しいのよ。こんな年取ってきてさ、苦しめてるっていう敵はどこだとか、その敵は早く探してやっつけないと、次のまだ中ボスが待ってるとかいう感じだ。だってそれなくなったらつまんないって。多少なんか前知識があればよかったかもしれないんだけど、全く知らないじゃん。立体しか持ってないから。その代わりそのアニメの世界入って、みんなアニメって漫画だと思ってたらしくて、漫画しか描いてないじゃん。俺は立体が頭に意識があって、立体しか考えてなかったから、漫画の絵でも立体にしちゃう。なるほど。これは他のアニメーターとは全く違う。立体的に見る力があるから、そこがじゃあ今のこのアニメーターとしての活動にも生かされたってことですか？生かされてると思いますよ。一人できないことやっちゃうから。そっかそっか。みんなやっぱ漫画で描いて平面的に見てるから、なんかできないなっていう壁にぶち当たることもあるけど、でもぶち当たってないから伸びないんだよ。なぜそう思うんだ、そう見えるんだっていうのを勉強しないから。分かんないままにしてる。勉強すれば多少ずつでも伸びていきますよ。その最終的なデッサン力まで。でも負けたくないから。それだけ。他のやつには負けないっていう。同じ例えば顔を描いて、デザインし始めたらもっとそうだけど、こいつの描いてるよりはいい表情で、いいそのレイアウトで描こうってなるじゃん。なりますね。負けたくないもん。負けたくないからもっと勉強しようとか、もっと上手くなろうっていう気持ちが生まれるってことですか？確かに。でも私も声優として活動してるんですけど、なんかどうしてもちょっと自分と歌手もやってるし、歌も歌わせていただいてるんですけど、メインは声優なのでオーディション受けるじゃないですか。でやっぱ落ちてしまって、で1年後にそのアニメがオンエアが実際されるわけなんですけど、でそこで実際に選ばれた方の演技とか見て答え合わせをするんですけど、なんかやっぱ自分より上手いなって絶対思うんですよ。その時に声質は似てるかもしれない、違うかもしれないけど、やっぱ演技とか気持ちの面では全然その実際に選ばれた方の方が上だなと思って、その後お家でその人の真似をしたりして、さらにその人を次は倒さなきゃいけないわけだから練習するんですけども、ちょっと似てるところありますかね？同じ。いいものがあったら模倣から始めてもいい。最初からオリジナルっていうか、その自分らしいものなんか出ないから、模倣で大丈夫。最初はもう模倣で、確かに0から1を生み出すのは難しいけど。どこに言ってんの？これです。これが視聴者なんですよ。君のために話してんだよ。はい、皆さん聞いてくださいね。最初はもう模倣から入って、でちょっと違うなとか、もっと上手くなりたいなってなったら、もうひたすら練習して上手くなるために練習して、みんなそう思ってるはずな。たくさん書けば上手くなるだろう。1日100枚以上書いてたやつもいるの。下手くそなやつ、下手くそなのよ。でもそうやれば上手くなると思ってる君に言っとこう。自分がひたすら自分で書いてれば上手くなると思ってるじゃん。それはね、人の心理でそうなんだけど、
下手な絵を何千枚描いたって下手です。でもやっぱ上手くなる近道としては、近道は観察すること、自然を、周りを。それで十分。下手な絵描く必要はないです。いや、そうしないとアニメの絵の世界ってちょっと違うから。例えば画家になるとかイラストレーターになるとか、絵で過ごしていけるような人生を選んでる人たちもそうなんだけど、でも結局基本的な絵の勉強してない人って絶対ボロ出るから。それは恥ずかしいですよ。ある程度年いっちゃって、誰かに教えたりしてる時に誰か分かる人に見られたら、基本的なことができてないと何やってもダメってことですか。でその基本的なのっていうのはもう自然を観察するっていうさっきおっしゃってたんですけど、それが一番。具体的にはどういうことですか？自然を観察って。風を見て、風を見る、火を見て、成り立ちを力感じる。外に赴いて公園とかに足を運んだり、いいんですよ、全然。海を見に行ったりとか、のんびりこうただぼーっとするだけでも大丈夫ってことですか？海と山ったらどっちが好き？どっちも嫌いなんですけど強いて言うなら海かな。山は虫がいて怖いので、だよね。海が好きですかね。私もそうです。よかったです。仲間。小川先生、今日は貴重なお話ありがとうございました。最後にアニメーターを目指す皆さんに向けてメッセージなどありましたらお願いします。君たちのために言います。やりたければやればいいと思う。多分ね、どんな世界に行ってもきついことはいっぱいあるから、そのきついことをまず乗り越えて戦いに挑みましょう。絶対ダメってことは言いたいけどないです。だから努力してください。努力と勉強。絵が上手くなるっていうのは結局のところ最終的にはデッサン力になってくるので、それを広げるためにさっきも言ったけど自然とかそこから学び得ることができたら人とは変わりますよ。こんなところでいいですか？はい。鉛筆の持ち方、持ってみていいですか？はい。これ悪い持ち方。悪い持ち方なんですかこれ？はい、じゃあいい持ち方は、いい持ち方はこう普通の、ごくごく普通の人差し指と親指で掴んでこういう感じ。これがいい持ち方。これ普通。こういう人が多すぎて、それを分からずに書いてるから誰も言ってくんないから、知らなかったです。検証絵とかなっちゃう。検証にもなるよ、こんな持ち方してると。俺ではデパートの会計のお姉さんにも言うから、こんなこと持ち方してると危ないよ。本当にこれはしんどいよ。ここ痛いです。すぐやめて。先生アラームが先生携帯あれさっきも消したのに自由すぎる。出ちゃった。はい出ちゃいました